はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは KZ Vive X です。ようやく触れる時が来たね。触れたら振動しちゃうんでしょこれ。その通りだよ。振ったりちょっと叩くとカラカラ音がしたり振動する感じが伝わってくる。ちょっと聞いてみようか。確かに聞こえたね。これが今回の主役なんですね。そう。すでに多くのレビューが出ている Vive X だけど、聞いた感じや振動の幅、質などについて触れていきたい。KZ としては初の試みとなる振動ドライバー搭載モデル。この種のモデルには懐疑的な部分もあるけど、結論としては肯定的に捉えることができたよ。その過程をお話しさせてもらえればと思う。だから普段のレビューとは違うのでご了承ください。構成は 13mm の超低域振動ドライバーと中高域を担当するダイナミックドライバーのデュアル構成で、それぞれが役割を明確に分担し、音の干渉を抑える設計になっている。言うまでもなく Vive X が従来の音を追求する IEM とは少し違う体感型というカテゴリーのデバイスになる。金属筐体で無駄な共振を徹底的に抑え、音像をくっきりと浮かび上がらせるような工夫をするモデルが多いのに、低域をわざわざ物理的に振動させるっていうアプローチってどうなんでしょう？本体を物理的に揺らすなんて音楽専用としては矛盾しているんじゃないですか？クリアな音を目指すのがいい音の鉄則でしょ？音楽専用モデルとしてならね。でもゲームやライブの疑似体験なら話は別。今回のキーワードは体感型。今の優先モデル市場にはゲームやライブ映像の疑似体験という用途も求められてるからね。KZ はあらゆるジャンルを網羅するためにこの振動というカードを切ってきたんだろう。今回はうちのマイクでうまく測定できないタイプだからサウンドデモは作らず、その代わり KB の KB02、KB03、QEars、エチュードといった振動ユニット搭載モデルを引っ張り出して比較してみたよ。あと Vive X は試作用のテストロットと改良後の交換品の2つが送られてきていたんですよね。それも一緒に体感測定。サイン波を出してジャックさんが各モデルを手に持って振動のピークを執拗に追いかける姿がちょっと怖かったよ。執拗に追いかける姿？ストーカーみたいな言い方しないの？あはは、別にいいよ。20から 300Hz ぐらいまで 10Hz 刻みでサイン波を出して手で持った際に筐体がどう振動するかっていうざっくり体感測定。向きによっても変化しちゃうんで耳に装着するのと同じ角度にしたよ。170から 180Hz 付近で振動した他3モデルは KB03 が不自然な倍音みたいなのを感じましたよね。そうだね。KB03 は振動が大きすぎた感がある。はい、他は不自然さはほとんど感じませんでしたが、振動効果自体が控えめだった気がします。そう、Vive X は100から 120Hz という低い帯域での振動がピークだから、ベースやキックの中心帯域にかぶり効果を大きく感じた。ライブ会場のスピーカーの近くにいるような空気の震えに近い感覚。ただ100から 120Hz のポイントを外すとその効果にちょっとムラがあるような感じもしたかな。テストロットは振動がやや控えめで効果の帯域にも若干違いがあった。改良後の交換品では振動のパワーを上げてきたように感じた。でも左右で振動の伝わり方に差を感じたんだよな。それは気になりますね。そう、低域だからステレオ感にさほど影響は出ないけど左の方が振動が大きいなーっていうのが体感できちゃうとちょっと気になったね。個体差なのかドライバーの仕上がりの差なのか、左右の均質性は最低限の条件だと思うんだけどね。私さっき Vive X で何曲か聞いてみたんだけど結構綺麗でいい感じだったんだよね。だから KZ の他のモデルと比較したらどんなかなーって思ったんだけど。じゃあこれと比較してみよう。同じ系統のドライバーを積んだゼニス、それを進化させた第2世代の DD を積むファントムとの波形比較はこんな感じ。どちらかというと2キロ以上はファントムに似た傾向なんですね。そう見えるね。振動分が測れていないけどこれでも Vive X の低域の押し出しはファントムより強く、ファントムに戻すと物足りなさを感じるから面白い。ゼニスも同じ感じでファントムより低域がやや強く感じた。広域の出方の影響があるんだろうね。あと低域自体の質感はファントムやゼニスの方がやっぱり綺麗ってことも確認できた。Vive X の低域は音楽的な美しさよりも物理的なインパクト優先ですからね。自分でドラムンベースの音源を作って確認してみたらベースの音質自体は歪み系エフェクトを弱くかけたような聞き心地になる。Vive X 持っている方はこれ聞くとその効果が確かめやすいんじゃないかな。30秒ぐらい流してみるね。ボリューム上がるんで気をつけてね。
はありとなしのモデルで聞き比べるとかなり違いが分かって面白かったよ。ボリュームがある程度上げないと効果が感じられないけどね。バイブ X を収録したんじゃなくて、バイブ X の効果を確かめるための音源なんですよね。そう。なので、バイブ X 買ったら試してみるのにいいんじゃないかなと思ってね。これに上物が乗ってくるとまた印象がちょっと変わってくる。低域に負けない感じでしっかりなってるよ。中古域以上が綺麗だったのはゼニスやファントム譲りだよね。そういうことなんだわ。全体としてのまとまりが結構いいんで癖になる振動とも言える。それにライブの重低音の疑似体験としても結構ありだと思う。振動ユニットがない方が純粋にベースの音は綺麗に聞こえるけど、そもそもコンセプトが違うもんね。そうなんだ。クリアな低域と振動による迫力、この2つを両立させるって難しいことだと思うけど、バイブ X は結構いい感じにまとめてきてる。バイブ X のサイトで見かけた文章なんだけど、これには全く同意できないね。KZ の他のモデルだって質の良い低域出すモデルあるのにほぼこもった音だなんてよく言うよって思う。新製品を光らせるための手法だってことはわかるけど、こういう表現の仕方ちょっと嫌だな。で、価格帯が全然違うんだけど、ベースヘッド界隈で評価の高いパンチオーディオマルティロポルターゾを思い出したんで聞き比べてみた。さすがにこの差があると振動ユニットなしでも圧倒的な低域のクリアな音圧を感じることができたよ。振動しなくても質の高い低域、音圧は作れますけど、価格差がありすぎてアンフェアですよね。バイブ X は6000円台から買えますから。このバイブ X で私のベースラインが迫力を増しているのを聞くと結構ワクワクしちゃうんです。低価格でこれを実現してるのはやっぱ KZ だよね。市場を見渡しても振動ユニット搭載モデルはそう多くはないんで、それほど需要がないんだろうということにもつながるけど、それでも KZ がこれを出すのはどんなジャンルも網羅したいというメーカーとしての矜持なのかもしれないね。バイブ X はストイックに音楽を聴く道具じゃなく、もっとマルチにゲームやライブ疑似体験をするためのデバイスというのが落としどころかな。そうだね。ちょっと小難しい話もしてきたけど、堅苦しく考えずにこういうのが1個あってもいいかなって思っている方は試した方がいいと思うよ。体感型としては他メーカーより間違いなく優秀だと思ったから。振動という新しい扉を開くなら、今のところこれ以上の選択肢はないかもしれません。この振動で重低音の波を感じてみると癖になるのも確かだもんね。はい。ということで KZ5X のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。